はい、皆さんこんばんは。アルビファンです。今日は我が家の、キャンピングカーに、TPMS を設置しましたので、開封動画からご紹介したいと思います。また途中で気づいた、気をつけなければならないポイントも一つあるので、ぜひ最後までご覧ください。まず TPMS が何かっていうと、タイヤの空気圧管理システムですね。キャンピングカーは、普通の車よりも重いし重心も高いので、万が一の場合横転する可能性はね結構高いので、なので空気圧をね気をつけなければならないと思って、ディーラーにも言われたんですよ。1ヶ月1回ぐらい空気圧を点検してください、空気を充電してくださいって言われたので、なので今回は TPMS を導入することになりました。TPMS ってなんか会社がつけてる印象がありまして、高級そうなんですけれども、実際 Amazon で検索してみたら、2000円から3000円ぐらいのレベルで、大量に出回っている状況なんですね。値段も近いし大差はないと思いますが、僕と同じものを使った方が安心であれば概要欄にリンクも貼っておりますんで、ぜひチェックしてください。中身を開封してみると、それぞれのタイヤにつけるセンサー、本体、USB 充電ケーブル、ウォッシャー、スパナー、それと取扱説明書です。センサーは無線で本体につなぐので、日本で使う場合技適マークが必要です。はい、ちゃんと技適マークが貼っていることを確認しました。センサの中にはボタン式電池 CR1632 っていうタイプのものが入っております。それの交換もできます。ちょっと説明書通りに操作してみます。ちょっとピント外れだったんですが、蓋を開いたら防水のために白いゴムのリングが確認できました。どれぐらい持つかがちょっとわからないんですが、一応一安心ですね。はい、閉めます。こちらのタイプはソーラー充電対応ですが、最近ちょっと雨が多いので、とりあえず満充電してから設置しようと思います。設置は簡単です。キャップを外してウォッシャーを奥まで入れといて、あとはセンサーをつけます。センサーをしっかり固定してからウォッシャーを逆方向、半時計回りで固定するということです。説明書にはね、これが盗難防止用と書かれていますが、2000円の安物だし、日本の治安もすごくいい状態なので、それ全然いらないと、つけない方もいらっしゃるかもしれないんですが、実際これはね2つのナットが逆方向で押しがって、緩みがねしにくい状態になるんですよ。盗難防止より、センサーの緩み防止がメインの目的ではないかなと僕は思います。なので絶対つけといた方がいいと思います。ここに大事なポイントが一つありまして、20ナット構造で止めてしまうと、実際空気圧が足りなくなった場合、ガソリンスタンドに行って空気を充電することになるんじゃないですか。でそうなると捨てで取り外せない状態になるんですね。なのでこんな感じでスパナーと外したキャップ、車の多分ダッシュボード周りかな、どっかに置いとく予定です。はい、全部つけました。前輪左右 5.6 バール、後輪 2.2 バールっていう数字が出ました。車が普通に運転席のドアを開くと、タイヤの空気圧の標準値が貼っております。はい、キャンピングカーも同じです。前輪6バール、後輪 5.5 バールみたいにですね、ちょっとなんか足りないな。合ってますね。買ってきてからもう1ヶ月経ったので、この数字は妥当だと思います。はい、フロントガラスに貼り付けて完了です。フロントガラスのどこでもいいのが、万が一の場合 USB で充電する必要があるかもしれないので、ダッシュボードの電源に近い位置で取り付けました。最後、車が走ってない時に、ちゃんと自動的にスリープモードに、入るっていう機能があるんで、それを検証しました。振動があった場合、ちゃんと目覚ますことも確認しました。はい、今回の動画は以上です。
キャンピングカーで仕事するって言いながら最近あんまり出てないっていうことがちょっと気づきました。そこで分かったのが、キャンピングカーを買えば自分が目指したいライフスタイルが実現できるっていうことがないっていうことですよね。はい。もうちょっとこれから長期間でキャンピングカーを使ってワーケーションの企画をちょっと考えておりますんで、ぜひご興味のある方、チャンネル登録よろしくお願いします。ご興味のない方も登録、グッドボタンよろしくお願いします。では。